皆さんこんにちは。今日はすんごい楽しみにしている日ですね。見て、隣にパパスティーブがいる。スティーブだよ。今ラプター乗ってるんだけど、後ろに見えるかな、トレーラーがあります。会社の STI は今どこにあるの？今ジョージアにまだ足がないんだよね。なので土砂降りの雨の中で2人でこういうことなんでしょう。まあ、もうすぐ着くからそれまでに待っててちょうだい。すぐお見せします。こういうトラックだね、あれ。間もなく着くとこだけどワクワクしてる。ちょっと緊張してる。見たことまだ見てもないよね。まだ見てないよ。写真しか見てないのに、いつも俺が後ろからダダのこと見てるんだけど、今回はパパが俺の後ろを見てる。うん、手伝うよ。もちろん手伝うんで、いいプロジェクトカーですね。見ないで買っちゃったんだよね。プロジェクトが終わったら最後のどのぐらいお金かけたのかを楽しみにしててね。それが今回の目的。安くかっこよくこの車を作ることで、あっちゃんに言ったんだよ。ちょっとね、やりたいならちょっとこう商売の頭であまりお金がないからやるなら、安く買うもの、安く改造していくもので、安く仕上げられるものっていうのは、今回のプロジェクトはみんなにオープンにね説明するんだよね。いくらで買ったのかなども、まあ最後に言う。最後 OK、 最後まで分かった。終わるまで見ててください。Thumbs up. Hey guys, so this is Isaac. He is the owner. We're about to be the former owner of this FC right here. He worked good care of it, and we hooked up with him. We kind of did this all sight unseen. He's an honest guy. We asked the important questions. He answered everything honestly. Took pictures of everything. That's the kind of things you want to look for when you're buying a car. You know, there's a lot of deals out there. You may send something to deal, but if the seller's not honest, if he's not willing to share information with you, if he's not willing to answer questions, basic things, you probably want to stay away. Not with this guy. He was straight up. That's why we decided to come down here in the pouring rainstorm today. Try to get this car out of here and back to Simi Valley. Yeah. Isaac, man, thanks. Yeah, car's about to take off, man. Yeah. Are you sad? A little bit. A little bit. You know what though? These are good experiences. You're a young guy, like my kid too. I teach you, you know. You bought this car, you intended to do something, but you learned something from this car too, right? Yeah. Sometimes projects are not as easy as they always look, and they take time. But you know what? You learn now. You got some money. You got that badass WRX now, and one day you'll have maybe get another one. One day, right? There's always the right time for it. I promise we're gonna take as good care of your car as we can. All right. Thanks, man. Appreciate it. Thank you. Thumbs up, brother. We got a long ride home. 見て見て、見えるかな。ちょっとフォーカス。おお、見える？なかなかね、いい車じゃない？やっぱりね、写真で見るだけで分かんないところいっぱいあるから、電話で話することで、パパが電話したでしょ？勉強になったこといっぱいあったんだよね。いっぱい知らない質問聞いたし、そう勉強になった。いろいろ細かいところまでいろいろ聞かないと、それちゃんと答えてくれる人が正直にいるかどうか、それによって本当に時間かけて車をまた見に行くかどうかっていうこともあるんだよね。FC はかっけえな。ねこれからの楽しみ。これからのことですね。じゃあ皆さん、いいアイディア、いい意見、またこうしたらいいんじゃないかっていうのはアレックスが先導するので、アレックス宛てにメッセージ残してあげてね。俺読んでるからね。まあでも家に帰ってきたらもうちょっと RX7 見てみようね。雨降ってなければな。降ってなければ。つながったら明日。ということで、じゃあドライブしましょう。アレックスも運転したいでしょ、トレーラー引っ張って。まあちょっとしてみたいね。初めてトレーラー引っ張ってるんだよね。ワイドだよ、カーンが。ワイドね、ワイドいい感じじゃない。ト
トレーラー見える？見えるそう、前でね。はい。あとバックするときはバックがちょっと怖いね。ね。家に帰ったらちょっと慣れるまではあれちょっとなんだけど。やっと雨が止んだ。ここすごい雨だったので、昨日窓まだ開いてて、あっちゃん。青いカバーをかけた。じゃあカバー取りましょう。とりあえずは。ダーン、じゃじゃん。おあれ、スレブン、いいだね。昨日持って帰ってきて、まだ見れてないから。じゃあ、トレーラーから下ろそうか。うん。Forward, back, forward, back. トレーラーから下ろして、今から何を買っちゃったのかを覗いてみよっか。 RX-7FC。 おー、すごいでしょ？だけどイニシャル D 見てたからもう頭の中にイメージが入ってるよ。入ってるんだよね。もうどういう感じに改造したいのかもう分かってる。多分は全く分かんないからね。そういうイニシャル D は見たことない恥ずから、ね、かしい恥ずかしい、ね、恥ずかしいんだけど、とりあえず中にあるもの、パーツがいっぱいついてきたんで、エンジンとかも整理してね。なんか見てみたいんだよね。なんか全部一通り見せてあげましょうね。お、開くか。開きますよ。中にいっぱい入ってますよ。どうぞ。おさあ、くせあ。わー、くせまあ後ろから全部パーツ取って、まあここ見れば 13B のエンジンがまあトランクに乗せてあって、それでこっち見れば全部パーツが見えます。パーツが一通りほとんどあるんだけど、探さないものはいくつかありますね。それを元のオーナーさんのアイゼクさんに今連絡取ってるんだけど、コンソールがない。それとミラー1個がない。なので、ちょっともしかしたら彼のところにまだあるのかなと思ってさっき連絡したら探してくれるっていうことです。でもね、主にあるのは 13B のロータリーエンジンですね。NA のエンジンです。これは、前のオーナーさん言うには、彼は買った時からもうブローしちゃった3000万キロ、20万マイル走行の車ですね。でも、結構オリジナルですよ。ペンキもほとんどオリジナルだと思いますね。多分ペンキされたバンパーとかのところも少しあるかもしれないんだけど、結構オリジナルカリフォルニアの車。カリフォルニアの車というのはあんまり錆がない。海があるからね。海のその錆とか、もしかしたらそのサンルーフのところがそういう錆かもしれないんだけど、見て。最後に登録されたの年月日。2006年1月。16年、15、14年ぐらい、もう全然走ってない。このままね、貸してあったRX。それまでは結構走ってましたよね。そして、この車よく見れば中は綺麗になったらね、程度悪くはないんだよね。もっとゴールドにこうね、紫というかこのワインレッドというか、まあその当時の色、当時のスピーカーがやっぱりすごいのあったんじゃない？この裏に多分カーペットとかこういう敷いたらまたいろいろ出てくると思いますね。スペアタイヤ入ってると思う。あちゃん探してみようか。お、ジャッキーが入ってる。ほら下にネズミもいないといいけどね。うわー、で、こういうスペアタイヤないの？この下？勝手にここに入る。ほら、ないだけでタイヤは残念です。しょうがない。使うことはないんで。あとはじゃあこれを
安全にここ案内します。車のドアが今中からじゃないと開かないです。この部分が壊れてます。おそらく箱スカみたいにまたねドアの修理が必要です。そして一番板金的にはこのサンルーフの部分です。よくなんか FC にある、問題ですね。これはもう完全に錆びちゃってるんだけど、日本のプログレスの加藤さんに相談したところやり方を教えてもらいました。そしてフロントグラスのちょっとだけここに錆びがあると、これはやっぱりもう錆びないようにちゃんとケアを今のうちにしておきたいですね。ところでこのホイールなんか悪くはないでしょ、似合ってるでしょ、これ買った時にはこれついてなかったよ。タイヤがないとかってことで言われたので、タイヤがこっちのものを持っていけばどうかなとでつけてきた。意外と似合ってるもんね、悪くはないよね。でそしてエンジンのパーツこんなにあります。インジェクションの部分ですよね。スロットルボディと液マニですよね。モーターマウント、エアポンプなのかな。他にこのエンジンのフロントカバー、タイミング、その前のフロントカバーですよね。ギアが入ってるタイミングカバーっていうのかな。ディストリビューターがここに入るもうタイミングチェーンのカバーですよね。このオートパンプ面白い。もう使わないでしょう。これはダメですね。であとはプラスチックのパーツもある。エンジンのシュラウドと車の中にあったパネルとかもいろいろダッシュの下の部分だよね。右下なのかな。いやそれドアの上だと思う。ドアの上、それはそうだと思う。ドアパネル自体が悪くはないよね。悪くはない。これ色をね変えるか。この車の中が一番ひどいのはシートがもうアウトだね。このシートは使わないでしょ。もうこれはもう最初から見たらもうゴミだよね。もう明日取る。これはね、これはもうアウトだよね。それとカーペットも結構古くて腐ってて早く出したいんだよね。色ももう今時じゃないし。このハンドルはダサいんだよね。この変える。これうわしてた？ここにウィンカーがここについてる。すごいね。初めて見た。面白いね。ダッシュはかなりいっちゃってるんだよね。これは直すのは難しいのでダッシュの中古のものを買おう。あとはターボ車のボネットに書いたりとか、バンパーとかいろいろやりたいことウィングもウィングをつけたいし、テールも買いたいでしょ。このテールライトじゃなくてかっこいいもう丸いやつにしたいんだろ。そうだから徐々にゆっくりと少しずつ予定を立てていくの。今日は本当にもう何がついてきたの何がないのか、さらにこれで考えていろいろリサーチして忙しくなるよね。はい、楽しいよね。楽しみにしてる。いい車になりそうじゃない？皆さんどう思います？これからの親子 DIY、 これあっちゃんのプロジェクト FC という名前でいこうか。これはすごくいい。イニシャル D ですごい影響を受けたあっちゃんが初FC ロータリー買っちゃったんだよね。86ちょっと高すぎたから次いつか、その間にこれは全然悪くないよね。ロータリーパワーサムズアップね。いいね。じゃあ毎週このプロジェクトは続きます。皆さんチャンネル登録をよろしくお願いします。来週まで日々前進サムズアップ的にやっていきましょう。よろしく。